エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はペン先が書きやすくリニューアルされたフーフーのイラストマーカーホノルル S シリーズをレビューします。このマーカーのすごいところは柔らかくて書きやすい日本製のソフトチゼルニブを世界で初めてアルコールマーカーに採用しているところで、有名なデザイン賞もたくさん受賞しているすごいマーカーになります。見た目は今までの太字と似ていますが、ペン先が柔らかく書きやすくなったみたいなので、今回は普通の太字ペン先と比べたり、実際にイラストを描いて書き心地を詳しくレビューしてみます。ペンは商品名が書かれた布製のケースに入っています。前はお夫婦ロゴしか書いていなかったので、何のペンが入っているか分かりやすいのはありがたいです。取っ手付きで持ち運びもしやすくなっています。中には説明書、裏写り防止シート、色見本カード、ブレンダーペンも1本入っていました。このペンは付属品扱いで60色には含まれていません。説明書には他のお夫婦マーカーの紹介やよくある質問などが書かれています。ペンは白色のツヤツヤした質感で、やや太めのペン軸にシリーズ名やペン先の種類が銀色で綺麗に印字されています。AP マークの安全認証もちゃんとついていて、インクなどに有害物質が含まれていないので安心して使えます。ペン先は筆とソフトチゼルの2種類です。ソフトチゼルの方にグレーの線が入っているので、キャップを取らなくてもどっちのペン先か分かりやすい。キャップには色番号と色名が書かれていて、使いたい色を見つけやすいです。安いマーカーはキャップが硬くて開けにくいことがありますが、お夫婦のマーカーは硬すぎず緩すぎずちょうどいい感じです。こっちのペン先は筆タイプで、筆圧やペンの傾きで線の太さを調整したり、濃淡をつけて塗ることができます。程よくしなって太く丈夫なので使いやすいペン先だと思います。シュッと塗ると最後が細い線になるので、髪の毛を塗るときによく使っています。反対側が今回新しくなったソフトチゼルです。普通の太字マーカーはソフトチゼルと形が似ていますが硬くて、ソフトチゼルは筆タイプと同じような柔らかさで程よくしなります。滑らかで柔らかい分、曲線などが描きやすいように思います。ペン先の形が長方形になっているので、長辺は太い線が描けるし、短い方で細い線も描けるようになっています。太さが1から 4mm で、普通の太字と比べると細いので細かいところが塗りやすくなった気がします。普通の太字マーカーも角を使えば細い線が描けるので、柔らかさの違いはあるけど、どっちも細かいところは塗りやすいと思います。ペン先は傷んできたらひっくり返して使えるエコな作りになっています。次は付属の色見本を塗っていきます。マーカーはキャップの色と紙に塗った時の色が違って見えることがあるので、色見本を作っておくと色を選びやすくなります。色は使う紙でも違って見えるので、付属のカードをよく使う紙にコピーしてから塗ると正確な色がわかるのでおすすめです。使う紙によってはインクがにじみやすかったり、逆ににじまなくてぼかしにくかったりするので、初めて使う紙は最初ににじみ具合を確認してから塗るといいと思います。60色塗り終わりました。明るくて綺麗な色から濃くて暗い色まで、肌や髪に使う色、黒やグレーなどバランスよく入っています。肌に使えそうな色も入っていて、色白なら Y43、YR02、頬には E81、YR47、影は V32、YGY02、YGY11 がおすすめです。個人的には薄い色がもう少し欲しいので、本格的に使うなら色数の多いセットにするか、薄い色のセットを買い足すと良さそうです。今回から色番号が変わったみたいなので、前のお夫婦マーカーを持っている人は新しいペンと混ぜないように気をつけた方が良さそうです。ペン側面のデザインで新しい色番号か見分けがつくけど、ペンのキャップは見た目が同じで新旧どっちか分かりづらいので、混ざると欲しい色を探すのが少し大変そうです。色番号が変わっても色そのものは変わってなくて、色見本には古い色番号も小さく書かれているので、古いペンと新しいペンを混ぜて使いたい人は色見本を見ながら使うこともできます。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、このマーカーを使ってみた
感想を話したいと思います。ラフや下絵はパソコンと液タブで描いて、線画は丸マンのスケッチブックの紙に描きました。ペンはサラサクリップ 0.3mm の茶色とオレンジを使っています。いきなり色塗りすると失敗した時に線画から描き直しになるので、まずは線画をコピーして色見本を眺めながらコピーに試し塗りして何色を塗るか決めました。インクで机を汚さないように線画の下に付属の下敷きと紙を敷きます。紙が薄いと下にインクが染み出して周りに広がることがあるので、インクの吸い取り用にいらない紙も挟んでいます。まずは肌の色から塗っていきます。先に塗ったインクが乾く前に素早く重ね塗りしないとムラになるので、ささっと塗ります。アルコールマーカーで色を塗るときは耐水性耐アルコールのペンで線画を描かないと線がにじむので注意してください。ご夫婦がアルコールマーカーに使えるミリペンも出しているので、気になる人はチェックしてみてください。髪の毛を塗るときは筆ブラシが塗りやすいです。色をなじませたりぼかしたいときはインクが乾く前に重ね塗りして、はっきり濃く描きたいときはインクが乾いてから重ね塗りします。このマーカーを使った感想ですが、新しいソフトチゼルニブは滑らかな描き心地で、広い面の塗りつぶしだけでなく細かいところも塗りやすくなったと思います。私は色塗りに使いましたが、線を描く方が向いていそうだと感じました。例えば筆ブラシは均一な細い線を描くのが意外に難しいですが、ソフトチゼルだと細くて均一な線が簡単に描けます。ただ普通の太字マーカーよりも少し線幅が細いので、広い面積を塗るときは筆タイプを寝かせて塗ったり、普通の太字の方が素早く塗れそうです。なので大きい絵を描く人や広い面を素早く塗りたい人は普通の太字を選んで、塗りつぶすよりも線を描く人はソフトチゼルを選ぶと良さそうです。いつもお夫婦の筆タイプを色塗りに使っていましたが、ソフトチゼルで絵を描いてみるのも面白そうだなと思います。マーカーの価格は今回紹介した60色セットが税込5980円、1本あたりだと98円くらいで、トピックと比べるとかなり安いので、まとまった本数のマーカーを安く買いたい人やソフトチゼルニブのアルコールマーカーを使いたい人におすすめです。よかったら参考にしてみてください。このマーカーはネット通販で購入できるので、気になる人はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。別の動画でアルコールマーカーをきれいに塗るコツも紹介しているので、よかったらそちらも見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。